今日はヤマハのベーシックな原付2種クラスのスクーターアクシス Z に試乗しています。実は少し前の話ですが、ライブ配信をしながら視聴者の方と話している時に、ある視聴者の方がヤマハのアクシス Z を買いましたというコメントがあり、それでどんなスクーターなのかということで、視聴者の皆さんとそのモデルについてウェブサイトを見ながら確認したわけですが、その中で私はこのモデルが現代的なスクーターが失いかけている何かを持っているような気がして、今日このモデルに乗ってみようということになりました。今日の試乗コースですが、まずはこういったモデルですから市街地を走り、そして信号の少ない回送路、最後に峠道を走ってこのモデルのハンドリングなどを確認していきたいと思います。最後にこのモデルの良かった点、ちょっと気になった点などのまとめをコメントしたいと思います。今日の動画は1本で完結すると思いますので、ぜひご覧ください。それでは今回試乗したヤマハアクシス Z の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 1790mm、全幅は 685mm、全高は 1145mm、シート高は 770mm、ホイールベースは 1275mm、最低地上高は 125mm、車両重量は 100kg、フレーム形式はアンダーボーン、キャスター角は 26.3 度、トレール量は 80mm、タイヤは前後ともにチューブレスタイプで、前輪後輪ともにサイズは 100/9010 インチとなっています。エンジン形式は空冷4ストローク2バルブ SOHC 単気筒、ボアストロークは 52.4mm×57.9mm で、総排気量は 124cc、圧縮比は 10.2 で、最高出力は 8.3 馬力7000回転、最大トルクは 9.8 ニュートンメーター5000回転となっています。変速方式は V ベルト式の CVT です。高い燃焼効率と冷却性、ロスの低減にフォーカスして開発されたヤマハのブルーコアエンジンで、 WMTC モード値は 51.9km パーリットルとなっています。発電機と始動用モーターを一体化したスマートモータージェネレーターを搭載しており、走行中のみならず始動時の静粛性にも優れています。フロントサスペンションは整列タイプのテレスコピックフロントフォーク、リアはユニットスイング式となっています。近年のモデルとしては珍しく、リアのショックアブソーバーは片側の1本のみ、ほとんど扁平していないややファットなタイヤとのコンビネーションにより柔軟な乗り心地を実現しています。フロントブレーキは油圧式のシングルディスクブレーキ、リアは機械式リーディングトレーリングドラムブレーキとなっています。リアブレーキのレバーを操作すると、フロントにも制動力が配分される前後連動ブレーキとなっています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。メーターはシンプルながら視認性に優れるオーソドックスなアナログタイプを採用。アンダーボーンフレームを採用したことにより、フラットなステップフロアを実現しています。燃料タンクの容量は 5.5 リットルとなっており、ステップフロアの下に格納されています。高い位置に設けられた給油口や小物入れ、シャッター付きキーシリンダー、コンビニフックなどをフロント周りに装備しています。シートは全長 666mm の大型となっており、滑りにくいシート表皮を採用。シート下のラゲッジスペースは 37.5 リットルの大容量を誇ります。すべての透過器類はポジションランプやウインカーを含めバルブタイプとなっています。それでは信号の少ない回送路に着くまで市街地を走ってみたいと思います。このモデルはアイドリングストップ機能などはついていないので、こういった交差点で止まっている時もエンジンはかかったままですが、排気音はとても静かです。メカノイズも少ないといった感じで、全体的には本当に静粛性に優れているモデルだと感じます。
私は実はその点を一番懸念していたんですけれども、このモデルは前後10インチのホイールタイヤを採用しているということで、安定性、特にこのような低速走行時の安定性はどうなのかと思っていたんですが、その心配は全くの杞憂だったようです。このように今メーター読みでだいたい20キロぐらいですかね、これぐらいのゆっくりした速度で走っていても、車体の方は相当安定していて全くふらつくことはありません。両方のグリップはやや低めかなという気もしますが、これはおそらく私が普段大型のバイクに乗っているせいだと思います。グリップの幅、高さに関してはスクーターとしてはほぼ標準的と言っていいのではないでしょうか。これはこのモデルの特徴の一つともなっていますが、このクラスとしてはかなり大柄なシートを採用していて、このようにですね、身長179センチの私でも着座位置の自由度、特に前後の自由度はかなりあるといった印象です。ライダーズシートとタンデムシートの間にわずかに段差があるのですが、ウレタンが相当柔らかくて、実はですね、その段差の上にちょっと腰掛けたとしても全く問題ないというぐらいシートの座り心地は柔らかく快適なものとなっています。一人で乗っているときはこのライダーズシートだけではなく、このタンデムシートもなんとなくライダーズシートとしても使えてしまうような、そんな広々とした感覚があります。膝をまっすぐ伸ばそうとするとライダーのお尻は完全にタンデムシートの上に乗ってしまいますが、そこまで要求しないのであればですね、そのちょうどライダーズシートとタンデムシートの間にお尻がかかるような感じで腰掛ければ、膝の曲がりも相当ゆったりというか、結構広々と足を前に投げ出せるといった感じがします。このような一時停止で、私の場合だともう完全に両足はべったりついて、膝もやや曲がっているといった感じ。特に意識して骨盤を立てたりせずともその状態なので、このモデルの足つき性は相当良いと言えるのではないかと思います。で、ここから先はですね、このダムの上を通りまして、その先ですね、ちょっとした市街地を通過することになります。まずはですね、この点が私は一番驚いたというか、冒頭でなぜこのモデルに乗ることになったか説明しましたが、まさにですね、予想は当たっていたなという気がしています。それは何かというと、乗り心地がとてもいいということです。私は実は近年のスクーターというのはだんだん乗り心地としては良くなくなってきているなと感じていて、それはですね、おそらく日本仕様としてだけではなく、さまざまな国に対応するための足回りを採用しているということが、一番大きな要因なのではないかと思います。どのモデルもですね、私から言わせるとサスペンションが硬すぎるんですよね。フロントはともかくとしてリアに関してはその傾向がとても強く、そんな中ですね、一部ホイールが台形化したモデルも登場してきていて、乗り心地の悪さがかなり緩和されるのではないかと思っていたんですが、期待したほど乗り心地の向上という点では進化していないのではないかと私は感じています。そんな最中にあってですね、このモデルは乗り心地がとてもいいんですよね。現代的なモデルとしては小径の前後10インチのホイールタイヤを採用していて、そしてですね、このモデルの外観をお見せしているパートでご覧になっていると思いますが、タイヤがですね、本当にまん丸の、まるでドーナツのような、ちょっと懐かしいというかね、そんな感じのタイヤを採用していて、こうして乗っているとですね、私はそのタイヤが相当大きな仕事をしているのではないかと感じています。このモデルの前後足回りというのはそれほど高級なというか高コストなものを採用しているわけではないと思うのですが、ショックの吸収性がものすごくよく、こういったね、街中の走行もとても快適だと感じます。で、エンジンの方もこのように信号待ちからのスタート、こういった時もですね、スロットルを結構大きくパカッと開けても発進自体はすごくソフトにというか柔らかに出ていくんですが、そのエンジンのごくごく低回転域はともかくとして、中回転域からはかなりねっとりとした太めのトルクが立ち上がってきて、スーッと加速していくという感じ。環境性能、経済性重視のエンジンだとは思うんですが、その割にはですね、このエンジン、私はスクーター用としてはとてもいいと感じています。スロットルを大きく開けても
唐突にポンと発進するわけではなく、ライダーの気持ちに寄り添うようにスーッとソフトに発進してくれるので、本当に運転が楽だなという気がします。小径でありながらもファットなタイヤを採用していることによる抜群の乗り心地の良さ、そしてこのエンジンの唐突ではないんだけどねっとりとしたトルクを持っていて、スロットルをねむやみに全開にせずとも街中をある程度余裕を持って走れる、このエンジンフィーリングの良さ、このモデルの市街地走行における特徴はその2点におおむね集約されるかなと思っています。あともう1点ありましたね。小径ホイールながらも車体の安定性はまずまずというか、私はかなり高い方だと感じていますが、安定性も申し分なしといった気がします。あとハンドリング自体も街中のその交差点などを曲がる時の感覚としてはかなりジェントル、小径ホイールだとクイックすぎるのではないかと思う方もいるかもしれませんが、確かにクイックはクイックなんですけれども、それほどかつてのですね、昔の元気のいい頃のスクーターと違ってくるっと回るような感じではなくですね、このエンジンのこの扱いやすさとも大きく関連しているんだと思いますが、街中のそういった特に小さく曲がらなくてはならない左折などの時もですね、比較的ゆったりと曲がることができる、これがねこのモデルの良さではないかと思います。あと確かこのモデルは車体の重量としては100キロぐらいしかなかったのではないかと思うのですが、停車状態での取り回し、センタースタンド掛けも楽々できるという実用本位の車体であるというのもこのモデルの大きな特徴ではないかと思います。市街地を通り過ぎて信号の少ない回送路に到着しました。皆さんにちょっとお見せしたいものがあります。まずこのように道端に停車してエンジンを切ります。じゃあエンジンを再始動します。メインスイッチをオンにして音をよく聞いていただきたいと思います。こんな感じでものすごく静かに始動するんですよね。エンジンに搭載されている発電機をセルモーターの代わりに使うという方式になっています。始動もものすごく静かなんですよね。やはりこのような信号の少ない回送路に入っても、このモデルで一番驚かされるのはこの乗り心地の良さだと思います。オーソドックスなテレスコピックフロントフォーク、そしてリアもユニットスイング式を採用しているのですが、これも近年のモデルとしては結構珍しい方ではないでしょうか。昔はほとんどのモデルがそうだったのですが、このモデルはショックアブソーバーは片側のみについていて、リアは肩持ち式になっているんですよね。近年のモデルではリア周りの剛性感などを重視してか、ユニットスイング式のモデルであっても反対側にスイングアームが伸びていて、その両方でリアのホイールを支えるという方式が増えてきていますが、バネ下重量の点ではですね、むしろ不利なのではないかなと思っていたのですが、このモデルに関してはそういう方式ではないと。その関係もあってか、こうしてこの人為的に作られたこの塗装によって作られたギャップなどを通過している時も、本当に柔らかく路面からのショックを吸収しているというか、いなしているというか、そういった感じです。またこういったモデルですから、日々の通勤や通学などに使われるということが主な使命だと思います。こういった乗り心地の良さというのはほぼ毎日のことですから、疲労軽減という面では効いてくるんですよね。このようにくるっと回っている時も、これももしかしたらこのファットなタイヤが影響しているのかもしれませんが、前後のホイールはそれなりに安定成分を生み出してくれているなという気がします。これは私の想像ですが、ファットなだけにこの前後のタイヤというのはそれなりに重量もあって、それが回転することによって発生する安定成分、いわゆるジャイロ効果もかなり期待できるのではないかと私は思っています。125cc スクーターはもうちょっと私の感覚だとスロットル回路が大きいことが多いと思うのですが、このモデルはスロットル回路が本当に小さめなんですよね。気持ちよく流している程度であれば、めったやたらに全開状態にする必要もなく、そういうところも市街地走行のところでコメントした通り、このモデルのエンジンの扱いやすさ、比較的低い回転数から十分なトルクを発生するというそのエンジンのキャラクターが大きく貢献しているのではないかと思います。
そしていつもの両国屋さんのコーナーですが、ここはどうでしょうか。ここはぐるっと回り込んで、そして急激に登っているというところなんですが、はい、スロットル街道ちょっと大きめに開け直していきましたけれども、トルクは余裕でしたね。先行車がいるので速度はそんなに出しませんでしたが、逆に速度を上げずともこのエンジンがついてくる、それだけ十分なトルクがあったということではないかと思います。こういうエリアを走っていると、このモデルはスクーターなんで重量物がほとんど後ろの方に、しかも低い位置に集中しているので重心が低いことは間違いないとは思うのですが、それプラスこのモデルは燃料タンクがこのステップフロアの下にあるので、それもあるのだと思います。一般的なスクーターと比べてもよりさらに重心は低めになっているかなという印象があります。ですがどっしり安定しているかというとそういうわけでもなく、それはですね、先ほどから何度もコメントしている通り、前後のホイールが10インチと小径なので、このように結構車体の下の方はクイックに動くんですよね。ですので重心は低いんですけれども、クイックな動きは阻害されていないということで、これはここでコメントするべき内容ではないかもしれませんが、街中を活発に走るという時もこのモデルはぴったりくるのではないかと思います。このようなカーブでブレーキングしてスロットルを前閉状態から開け直していく時も、今分かりましたかね、こうパカッと開けてもエンジンの低回転域はスッと回転数上がるんですけれども、そこから上はやみくもに回転数が上がるわけではなく、エンジンの回転数の上昇に合わせて速度も上がってくるという感じなので、ライダーが欲する加速感と実際の加速があんまりずれることがない、比較的リニアに反応する運転しやすいエンジンだということも言えると思います。そしてこういうつなぎ目、路面のつなぎ目でよくわかるのですが、こういった10インチなどの小径のホイールだと、やはり大きめのギャップを拾った時にはどうしてもそれを吸収しきれずにというか、台形のホイールと比べると1回ギャップにドンと当たって、そしてサスペンションが沈んでそれを乗り越えていくという感じになるので、路面のギャップに対して不利な面がありますが、その点はこのモデルは本当にうまく処理されているなと思います。ボヨンボヨンという感じはあるんですが、それが決して車体の不安定な動きと感じることもなく、どちらかというとそれが乗り心地の良さに直結しているように感じられる。これがこのモデルの大きな美点だと思います。こういった気分のいい回送路を走っている時にギャップを拾うたんびにドカンドカンとライダーにショックが伝わってくると少し萎えたりするものですが、このモデルは本当にたおやかにしなやかにギャップをいなしているという感じなので、気持ちよく流すというその行為がその乗り心地からもアシストされている、そんな感じの乗り味であると思います。それでは原付2種クラス 125cc クラスのスクーターにはちょっと厳しめの峠道を走ってみたいと思います。さすがに前後10インチホイールですね。ああいった回り込んだコーナーもくるっと比較的シャープに回ることができました。そしてここからはこんな感じで、いわゆるつづら折れとなっているわけですけれども、どうでしょうか。もうここからはかなり登っているんですが、走っている感じとしては先ほどの平坦な信号の少ない回送路とあまり変わらないですね。さすがにスロットル街道はかなり大きめとなってきていますが、余裕しゃくしゃくというほどではないですけれども、速度の乗りもいいですし、こういった比較的険しい峠道を走るにしてもそれほどストレスは感じないのではないかと思います。今回の撮影で今初めてフルスロットルにしましたが、これフルスロットルですね。街中でちょっとコメントした通り、このように前閉状態からパカッと開けたとしてもふわっとエンジンの駆動力が立ち上がってくるので、こういった峠道を走っている時もコーナーを走行しやすい、
ライダーとしてはおっかなびっくりになることが少ない、そんなエンジンのフィーリングであると思います。またこのようにスロットルを前平にした状態からこう開けていく時のこのゆっくりとはしていますけれども、高回転域に向けて回りきっていこうというフィーリングも十分に感じられて、スポーティーではありませんけれども十分な動力性能を持っていると私は思います。先ほどからスロットル全開にするシーンが増えてきましたけれども、エンジンの音はこれぐらいなのでやはり静かですね。そしてこのようにヘアピンのように回り込んでいるコーナーでもやはり安定感は高いです。クイックでありながらも安定感が高いということなので、ある種街中を走るという上においても理想的なハンドリング、車体の挙動ではないかと思います。こういったところもくるーっとよく回ります。このモデルは小径ホイールなのでそういった傾向はやや強めに出るかなと思ったんですが、リアをアウト側に振り出して回るような感触も比較的少なめで、そこまで言っていいかどうか分かりませんけれども、一般的なモーターサイクルと同じようなコーナリングのフィーリングだと思います。そしてこのモデルは ABS などは採用していないので、その代わりに前後連動のヤマハでいうところのユニファイドブレーキシステムを採用しています。右側のブレーキレバーを握るとフロントだけに制動力が発生し、そして左側のレバーを握るとリア側に制動力が発生するのですが、フロントにも制動力が配分される仕組みとなっています。ちょっと直線なので試してみますが、フロント、フロントは油圧式のシングルディスクブレーキなんですが、実用的な制動力は十分あるとは思いますが、私はやや制動力としてはソフトに抑え気味になっているのではないかと感じます。今度下りなのでよりわかると思いますが、そうですね。意外と踏ん張り感というかしっとりとしているところもあって、こういったベーシックなスクーターにしてはなかなかよくできたフロントフォークなのではないかと思います。で、今度左側のブレーキレバー、こうして比較的強くレバーを引き込むと前後に制動力が配分されているのがしっかりと感じ取れます。ただその場合もそうですね、やはりフロントフォークはそんなに闇雲に深く沈むということはないようです。メーカーとしてはこの左右のブレーキレバーを併用してくださいと言っているはずですが、感覚的にはこれぐらい前後の制動力がうまく配分されていれば、左側のブレーキレバーだけでも十分に楽しくうまく走れるといった感じです。昔のスクーターはね、もっと乗り心地が良かったはずなんだけどなぁと常々思っていたんですが、このモデルに乗るとそうこれと、これでいいんだよという気になります。それぐらい乗り心地がいい。いずれにしてもこのフィーリングは近年のスポーティーでシャープな前後のサスペンションがパンパンに固めのスクーターとは乗り心地が全然違うということはお伝えしておきたいと思います。で、ブレーキング時以外のこの前後のサスペンションとタイヤに関してですが、接地感とかそういったものは一般的なスクーターとほぼ同等、標準的と言えるのではないかと思います。それほどめちゃくちゃグリップするなとか接地感が高いなとかそういう感想はなくて、一般的なスクーターという感じがします。ただこの標準装着のタイヤをもうちょっとしなやかなタイヤとか自分好みのタイヤに履き替えれば、このスクーターの乗り心地はさらに大化けするのではないかなと私は思います。タイヤが変わると全て変わりますからね。峠道を下り切ったのでまた折り返しました。この時間を利用してこのモデルの装備品などについてコメントしていきたいと思います。
まずですね、前方のカメラが捉えていると思いますが、こういったオーソドックスなアナログ式のメーターというのはやはり見やすいですし、とてもいいと思います。ちらっと目を落としただけではデジタルのメーターというのは確認しにくいところなどもあり、そういう点からするとですね、この針の位置でパッと自分の速度が分かる、こういったアナログ式のメーターというのはやはり使い勝手はいいものだなと思います。燃費計などがないというのは人によってはちょっと不便と感じるかもしれません。またですね、こういった通勤通学に使うモデルであれば、そうですね、それはデジタルでもいいと思いますが、時計が搭載されていればなお良かったのではないかなと思います。太陽が高い位置の時はですね、若干このインジケーター類の輝度が少ないようで、各種インジケーターはもうちょっと輝度が高ければなお見やすかったのではないかと思います。ベーシックなスクーターなので豪華な装備などは一切なく、蓋なしの小物入れがある程度といった感じです。ただこの小物入れがあるだけでもね、使い勝手はかなり違うので、それは良かったのではないかと思います。あとライダーの膝の前には格納式のコンビニフック、そしてですね、私はこの位置に給油口があるのはとてもいいなと思うんですが、比較的高い位置、ライダーのこの左膝の前のところに給油口があってですね、これ給油しやすいんですよね。モデルによってはですね、ガソリンスタンドで給油するときに中腰にならなくてはならないモデルもありますし、あと給油するときにはね、シートを跳ね上げなくてはならないというモデルもありますが、このモデルの場合は給油口がここにあるので、そういった作業も必要がないということで、これは利便性が高くてとても良いと思います。また先ほど実際に満タンに給油したところでは、その注入しているガソリンの量も分かりやすくて、その点もね、なかなか良いと私は思いました。今日私はいつものように撮影機材を携行していますが、シートバッグは装着していません。それはなぜかというと、このモデルのシート下のラゲージスペースが広かったので、全部すっぽり収まってしまったんですよね。ただ残念なのは一般的なヘルメットが入らないんですよね。ヤマハのウェブサイトや他の資料を見てみると、ものによってはヘルメットが2個収納できるよと書いてあるわけですが、私の手持ちのヘルメットだと2個はおろか、1つもヘルメットは収納できませんでした。日本では一般的な深いヘルメットというか、高さが割とあるヘルメットはおそらくですね、どのメーカーのものもこのラゲージスペースに収納することはできないのではないかと思います。ただ装備品類に関しても過敏なものはありませんが、必要なものは私は一通り揃っていると思っていて、この点もね、このモデルのバランスの良さではないかと思います。試乗ももう終盤なので、このモデルの良かった点、ちょっと気になった点などのまとめをコメントしていきたいと思いますが、私はこのモデルの一番いいところは何といっても乗り心地の良さだと思います。またエンジンもですね、低回転域から十分な粘りもありますし、実際に走らせてみると速度の乗りもかなりいい。速度面でも私はこのモデルに不満を持つ方は少ないのではないかと思います。またちょうど差し掛かりましたけども、小径のホイールでありながら、このようにコーナリングしている時の安定感も悪くないんですよね。ベーシックなスクーターでありながらこれだけの実力を秘めているというのは、私としては本当にノーマークだったので、ちょっとね感動しました。一方このモデルのちょっと気になったところですが、残念なのは先ほども言った通り、この荷室がね、日本でもね一般的なサイズの、せめてジェットヘルメットがね1個か2個収納できればもう道具としては本当に完璧だったのではないかなと思います。あとこのモデルに限ったことではありませんが、やはりパーキングブレーキは採用されていません。機械式の前後連動ブレーキを採用していて、フロントは油圧式のディスクブレーキということで、パーキングブレーキの採用は難しかったのだとは思いますが、比較的ゆったりとした車格のスクーターですので、やはり私はね、何らかの安全対策というかね、例えばハーレー・ダビッドソンのサイドスタンドのように
車体をね、引き起こさないとサイドスタンドを跳ね上げられないとか、傾斜地で動かさないようにするという意味では完璧ではありませんけれども、そういったね、サイドスタンドのロック機構であったりとか、そういったものがあれば多少は不注意で車体を倒してしまったりとか、あと人がね、ポンとぶつかった時に車体が倒れてしまうという危険性はそれなりに少なくなるのではないかと思います。それ以外に関してはね、先ほどもコメントした通り、このモデルはヤマハの中でも比較的というか、一番ベーシックなスクーターと言ってもいいと思うんですが、その割にはと言っては失礼ですけれども、ちょっと想像を超える乗り心地の良さ、そして道具としての使い勝手の良さを秘めている、とてもいいモデルだと思いました。ということで今日はヤマハのアクシス Z に試乗しました。それでは。